不動産屋さんの怪談です。これは不動産とは直接関係ありませんが、解体業者の橋本さんからいただいたもう一つのお話です。その日、橋本さんは24歳の新人川崎くんを連れて世田谷区の工事現場に視察に行きました。作業も問題なく順調に進んでいたので、職人さんたちに差し入れにジュースでも買いに行こうと、川崎くんを連れて近くのコンビニに行ったそうです。そこで人数分のジュースを選び、会計を終えて先に橋本さんはお店の外に出ました。すると橋本さんはゾクッと寒気がしたそうです。お店の真ん前にずぶ濡れの女性が立っていたのです。それは真っ赤なワンピースを着た若い女性でした。その女性はじーっとコンビニの店内を睨みつけていました。その睨みつける冷たい目は生気がなく、霊感のある橋本さんはすぐに生きている人ではないと分かったそうです。橋本さんは女性を見た瞬間、ハッとはしたのですが、女性に見えていることを悟られたくなかったので、すぐにスマホに目を落とし、気がついていないふりをしました。ところが橋本さんの後に出てきた川崎くんがうわーっと大声を出したのです。その声にびっくりして橋本さんが振り返ると、川崎くんもそのずぶ濡れの女性を見ていたのでした。するとその女性は川崎くんを見てニヤッと不気味に笑ったのです。そしてそのまま地面に吸い込まれるようにスーッと消えていったそうです。霊を見慣れている橋本さんでもゾッとしましたが、ショックで青ざめている川崎くんを呼び起こし、すぐ現場に戻ろうと促したそうです。そして現場に戻り、たった今コンビニで見た怪異を橋本さんはみんなに話しました。解体業者は多かれ少なかれ不思議な体験をしたり聞いたりするらしく、コンビニで見た女の話を真剣に捉えていました。あれは何だったんだろう、二人で見ているのだから見間違いではないんだ、などと話していると、川崎くんの様子がおかしいのに気がつきました。いつもならおしゃべりの川崎くんはさっきの恐ろしい出来事をとくとくと話すはずですが、この会話に乗ってこないのです。職人たちと話していると一瞬黙り込み、にやっと気味悪く笑ってまた普通の川崎くんの表情に戻り、そしてまた黙り込むとまたにやっと不気味に笑い、そして元の彼の顔に戻るのだそうです。嫌な予感がした橋本さんは、川崎、お前さっきから時々黙りこくってからにやっと笑ったりしてるけど変だよ、どうしたのと聞きました。すると川崎くんはポカンという顔をして、何かおかしいですか？僕は至って普通ですけど、と不思議そうに言うのでした。橋本さんは川崎くん自身が気がついていないことに、これはまずいと思ったそうです。なぜならその川崎くんがする表情のにやりと笑う様が、さっきのずぶ濡れの女性がにやっと笑う様とそっくりだったからでした。あの女性がにやっと笑った時、口元の左端が上に上がっていたのですが、川崎くんの口元も左上がりだったのでした。日頃そんな表情をすることがない川崎くんだったので、橋本さんは直感的に川崎くんをこれ以上ここにとどまらせたらダメだと感じたそうです。そこで橋本さんはもう戻ろうと川崎くんを急いで車に乗せてその現場を去りました。そしてしばらく車を走らせ世田谷区を出たぐらいの時でした。さっきからずっと後部座席で黙っていた川崎くんが、あれ、ジュースどうしました？と突然そんなおかしなことを聞いてきたのです。橋本さんは心の中で、ああ例に乗っかられてしまったなと思いましたが、
ジュース？何言ってんだと言って、さっきあった出来事をすべて話したそうです。するとすべてを聞き終わった川崎くんは真っ青になり、ごめんなさい、コンビニからの記憶がなくて、と震える声で謝ってきました。その表情は真剣でかなりショックのようでした。あのずぶ濡れの女性を見たことも、現場に戻ってみんなとその話題を話したことも、何もかも覚えていなかったのです。霊感のある橋本さんは、川崎くんの状態がすぐ分かったそうです。そこで橋本さんは川崎くんに、明日は会社休んでいいから、すぐお払いできるところを探して行っておいで、と伝えました。その後、橋本さんはしばらく会社で川崎くんの顔を見ることはありませんでした。そして1週間後に出勤してきた川崎くんを見ると、いつもと変わらない彼に戻っていました。橋本さんはほっとしたのですが、ただ今でもたまに川崎くんはあのずぶ濡れの女性のニヤッと笑う表情を時折するのだそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。